こんにちは。今日はですね、はい、真夏ということで、はい、夏を感じていただけるこちらの南国テイストの木を用意しました。こちらブーゲンビリアという木でして、南の方のご自宅の街路樹になってたりとか、庭木で多い木になるんですけども、こちらの盆栽、非常に綺麗な姿を一年中楽しめる木になるので、僕もちょっと最近このブーゲンビリア挑戦してみたいなと思って仕入れたものになってます。仕入れたといっても5月のお祭りの時に買ったやつなんですけど、それからだいぶ時間はもう過ぎてしまっていて、ちょっとこっちは手入れをかけてはいたものの、こっち伸びちゃってるみたいな、そういう状況なので、今回は剪定と考え方について、僕なりの意見を喋っていきたいなというふうに思っております。冒頭申しました通り、そこまでブーゲンビリアに精通してるわけではないので、私としてもチャレンジかなというふうに思っておりますが、将来に向けてですね、どんどん暖かくなるこの世の中を、こういう花の癒しを届けてくれる木をもっと流行らしたいなというふうに思っておりますので、はい、頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、まずですね、ブーゲンなんですけど、我々大宮盆栽村というところでやっておりますが、一番沖縄の盆栽の発展に尽力というか、貢献された方っていうと、やっぱ不用園の竹山さんかなと思ってます。で、結構ブーゲンを例えば展示の時とかお借りする時とかに話聞いたりとかすると、本当強い木だよとは言うんですね。で、強いんだけど枝がポッと枯れたりとか、切った場所が枯れ込みがあってそこがうろになっちゃったりとか、そういう話を聞くので、非常に僕としてはあんまり手を出してこなかった品種なんですね。ちょっとまだ早いかなみたいな感じでやってこなかったんですけど、オマーンに行った時に結構やっぱり家々にブーゲンが植わってるんですよ。なるほど。で、僕のイメージするブーゲンビリアってこの紫というかピンクというかのこの色がしか知らなかったんですけど、黄色とか白とか赤とかほんといろんな色のお花たちがあって、すごく興味が湧いてきたっていうのが実際ありまして、じゃあ僕もやってみようかなと思ってやった次第です。オマーンでも育つから盆栽できる。オマーンでも育つってことはどこでもやっぱりちゃんと暖かい環境であればどこでも育つんだなっていうのも思うし、やっぱり現地の木でやっていくっていうのも一個やっぱり文化交流という意味では非常に大事な要素かなというふうに思いますので、現地でも例えば生産とかできたらすごい面白いだろうなとか思って、じゃあ逆に日本でやるにはどうしたらいいかをちょっと今の段階で考えていきたいなと思って買ったんですけども、これと同時に、もう少し前ですね、昨年の秋口ぐらいに、1個買ったやつがあって、これなんですけど、ちょっとでかい。立派だね、これ。はい。中品サイズで、ここまでこの幹に、ちょっと今隠れちゃってますけど、幹に振りがあって、枝が左右にしっかりできてる模様木ってあんまり僕見たことがなかったので、これは思い切って買ったんですね。でただちょっと放置をしてしまって、枝が伸びちゃってると。伸びてますね。で放置した理由もちょっとあるんですよ。その辺も踏まえて話していけたらなと思ってるんですが、まずここに一番分かりやすいので言うとお花たちがいっぱいあります。で実際これお花じゃないんですよ、このピンクのやつって。葉っぱみたいなね。そうなんです。これね苞っていう葉っぱなんですね。でおそらく虫とかを引き寄せるために鮮やかにしてるっていう。虫を要は植物って受粉をしないといけないんですよ。交配しないといけないから、蜂とかに集まってもらいやすくするために多分こういう色鮮やかな姿をしてると思うんですよ。でも実際花になるのは今ちょっと花が咲いてないんですけど。これ花じゃないんだ。これもう花終わっちゃってる状態で、この前に白っぽいお花がね、この今3つこれあるんですよ。3つ咲くんですよ、ちっちゃいのがパッパッパッと。その中におしべとかめしべとか入っているような状態で、
だからこの中でお花がちっちゃいのがいくつか咲くっていうのがブーゲンのお花です。すごくね、たまに嗅ぐといい匂いがしたりとかするんですけども、このお花の性質上、新しい枝の先にできる品種なんですね。なので若干伸ばしておいちゃったっていう状態です。要はお花を楽しみたいなという盆栽屋としてはあんまり良くない考え方なんですけど、まあいいんじゃないですか。やっぱ枝作りを基本とする盆栽屋からすると、花なんて後だよってみんなから言われるんですけど、見たいなという思いでちょっと伸ばしちゃったら、他のところが結構伸びちゃってたっていう、状況になってます。なので今回はこれらを一回もう全体に落としていく作業をやりたいと思います。もう追い込みですね。ちょっと分かりやすくじゃあこっちでやってみましょうね。今日何度ですかねこれ。今日は今32度ですね。あ、まだ32これで。いや、多分ここは暑いと思うよ。通常より。普通の観測点の気温だから多分35ぐらいいってるかもしれない。の感じですよね、体感。じゃあ追い込みをしていきましょう。他の臓器と同じ考え方でいいんですけども、分かりやすく言うと、じゃあここでやっていきましょうかね。今もうここから花が出ちゃってるんですけど、本来の芽ってこっちなんですよ。芽ってが枝ってこっちなんですね。でここで言うと前回剪定したところがここですね。ここから新しい枝っていうのができてます。で大体2芽とか1芽とか残した状態で切ればいいよっていうのが今までのその臓器の考え方なんですけど、ブーゲンも全く同じで、追い込む時には1芽2芽残して切っていただければいいと思います。でただここから伸びた枝で今度は花ができるので、ちょん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 ずっと新芽出たから切っておくと、花が来ないっていう状態が続いてしまう感じですね。なので一旦じゃあ一回ここで切ってみますと。でこの花があります。花っていうか花でいい。これ花でいっちゃいます。花は実際ここにあるので。いっちゃいましょう。でこれも今回は用が終わったので、この辺で切ると。実とかにはならないですもんね。なるんだろうけどって感じで、実際ここ膨らんでるもんね。でもあれも実にはなってないですね。っていう形で、竹山さん言うのは葉っぱなくなるぐらい追い込んでも大丈夫なんだよとは言うんですよ。新しいところから出てくるからって。例えばこういうところ胴吹きも非常にしてくる木なので出てくるんだけど、実際枝を作るんであれば、葉っぱが残った状態のところまで追い込んであげればいいかなというふうに思いますので、どんどん切っていきます。で全体のバランスとしては、この木はここが正面で作ってる木です。なのでここを頂点としてこういう三角形を作るように飛び出たところを、切って輪郭を整えていくような感じでやっていきたいと思います。でブーゲンの結構大事な要素としてはすごい枝硬いんですよ。でポキポキを針金かけると折れちゃう性質なんですね。でただ口なしとかと一緒でこの新しい芽はめちゃくちゃ柔らかいんですよ。本当だ。なのでこんな太くてもこんな柔らかいんで、なので針金かけるんだったらなるべく若いうちにかけていかないと思うように曲がっていかないと思います。で特にこの素材見てもらえば分かるんですけど、この前の作った方がちゃんとそのちっちゃいうちに曲げを入れておいてくれてる素材なんですね。なのでこんな曲がってますけど、ブーゲンの枝の性質上すごいまっすぐいっちゃうので、何も曲げないと多分ただの棒になっちゃうと思います。なるほど。で他のそのブーゲンの素材とか見るともう大体主幹はもうまっすぐみたいな木が多くて、なんか面白くないなと思って今まで買ってなかったんですけど、こんだけ曲がってると将来性はあるかなと思ってます。これ挿し木はつきますよね。もう挿し木バンバン作るみたいですよ。だからこういうのこれも挿しとけばいいし、夏の暑い時期でも成長する木なので、今の時期での挿し木は全然 OK だと思う。なるほど。他のねもみじとかカエデとかって大丈夫みたいな話になると思うんですけど、このブーゲンは今の時期でも挿し木ができるのでトライしがいがあるんじゃないかなと。もう一個なんでこの木を今やってるかっていうと、夏もやることないんですよ、正直言うと。水やりですよね。水やりで今日も何取ろうか
迷ったところもあったんですけど、ブーゲンだったら結構やることあるんじゃないっていう、その挿し木もできるし、でこう針金もかけれるし、でお花も楽しめるしっていう、夏はブーゲンっていう、夏はブーゲン、実はポケモンみたいな感じでね。どういうこと？何？ポケモン。夏はポケモンって知らないですか？ワード。チューブとかじゃないの？夏は。だから夏はポケモンっていう、そのポケモンの映画夏やるんで CM でみんな言うんですよ。夏はポケモンという。ちょっとね、視聴者層的にはちょっと分かんなかったこれ、あと葉刈りはできるんですか？葉刈りって言っても多分できるとは思うんですけど、すっごい細かく枝ができる木でもないんですよね、これ。すっごいほぐれるような木でもないから、やらなくてもいいのかなと思うけど、でもやった方がいいんだろうね。葉はちっちゃくなるのかな。葉はちっちゃくなるかもしれないですね。でちょっとそこがチェックができてないので。でもね、やったら絶対ちっちゃくなる。枯れなそうですしね。やってみようか。じゃあ1本。やってみますか。1本やってみましょうか。もうちっちゃいけどね、葉っぱね。そうですね。すでにね。やる必要はなさそうな気もするけど。じゃあいつものあれやろうかな。早期の一葉残しの。前動画でやったやつ。そうですね。イワシでの動画でやったやり方で、先端一葉残しでやります。ただこれみんなぜひやってみてねっていう動画なんですけど、なかなかそのブーゲンの有料素材出てなくてでも沖縄とかなんならあんのか。いや沖縄はもちろんあるんだけど、この辺の人がどうやって買うのみたいな話になってくるんで、さすがにこれ大きくなりすぎてるんで、これは懐から切ります。これぐにゃぐにゃだね。あとね、トゲがすごく強いトゲができます、この木は。なのでそれは気をつけてください。痛そうだね、これ。痛い。でこれがそのまま花になるかわからないですけど、結局花ってここから伸びたやつにできるんですよ。なので一応まだ花が楽しみたいなというところでつけておきます。だからそれもまた伸びたら同じように切れるんですね。そう。常緑でしたっけ？常緑なんですけど、日本の冬の寒さでは落ちてきます。大体もう僕はやつや室内というか5度以下にしちゃうとダメなんですよ、この木は。葉が落ちると。葉が落ちるというか、そもそも枯れてきちゃうっていう、そういう室内というか若干あったかいところに置いといたんですけど、それでも3分の1ぐらいの葉っぱの量になりましたね。そうだからそこがちょっとそのブーゲンのちょっとデメリットというか、冬越しを気をつけてあげないといけないっていうのはありますね。あとは切った場所からちょっと鱗になりやすい品種なんです。鱗っていうかちょっと枯れ込みしやすいので、そこに関しては一応用意しましたけど、こういう油合剤みたいのを塗って保護してあげるといいと思います。一応樹液は出るんですけど、こんな感じかな。であとはちょっとこういう、ここちょっと枝あってもいいかなと思うんで伸ばしますが、枝の元の方に生えたようなこういうやつとかはいらないので、なるべく若いうちに切っておきましょう。その方が傷になりにくいので、早めに処置をしておくことによって大きい傷にならないので、ここからの枯れ込みを防げたりとかしますから、なるべく早めにやっといた方がいいでしょうね。で今この木でいうと、この枝が若干この幹を遮るように出ちゃってるので、これを外してあげます。そうするとこの流れが出ましたよね。見えますね。若干もう葉っぱなくなってもいいとは言ってたんで、輪郭重視で切っていきましょう。でもこのぐらいだと枯れなそうな感じするね。時期が時期だけどね、7月のいやもう今ですよ、20日ぐらい。今やるべき。大体も
あったかければずっと成長するみたいな木なんですよこれ。そうかそうか。だから一年中あったかくていいっていうか、それがサイクルの木だから、別に何月みたいなのがあんまりなくて、だから実際あったかくてもやることがあるっていうのはそういうことなんですよね。そうか。これは生徒のみんなにあげましょう。今年入ってから大きいやつ剪定した枝を生徒にあげたんですけど、そっからの枝でもうこれ咲きました。へえ、結構強いんだねやっぱね。はい、こんな感じでできました。そしたら傷口にこれ塗っていきましょう。一応枝先も念のため。はい、こんな感じでやりました。じゃあ今度はこちらのもう一個、そこまでがっつりは追い込まないような感じで、まあ通常こんぐらいあるんだよみたいな。そうですね。伸びたところを切って、あとねやっぱりね上に伸びやすいんですよこの木。なので横に伸びてる枝を大事に使っていった方がいいかもしれなくて。あとは強く上に出ちゃってるんだったらそれを落として横の枝を残してあげるみたいな感じでやっていくといいですね。こんな感じで。はい。これはこんな感じです。これが通常。まあ通常というか僕が最近ずっとこういう感じでやってたんですね。まあどっちがいいかちょっと経過を観察してみましょう。なるほど。はい。じゃあ最後大きいやつ、全体的に枝の出方もいいですしね。じゃあやっていきましょう。やることは一緒です。大きい木でもちっちゃい木でもなるべくこの元の方から切ってあげる方がいいですね。全体の輪郭見ながら。そうですね。感じですかね。でバツッと多分おそらく切っても胴吹きはしてくると思うんですよね。枝がないところで切っても。これ今枯れたの取ったけど花だね。花は枯れるんだね。落ちるんだ。ああ、そうね。実になってたりはしないか。ポロって取れる花。花だけポロって取れる。種をじゃあこの中に入ってんのか。ってことか。かもしれないですね。これがもう実なんだな。いいね。はい、終了しました。はい。ブーゲンビリア剪定ということで、ずっとそのブーゲンビリアの紹介も含めた動画になりましたけども、結構注意点はいくつかやっぱあって、その先ほど言ったような温度管理というか、あったかいところのものですので、管理方法に関してはちょっと他の木と一緒にやっちゃうと枯れちゃうよっていうのが注意点と。でまたあと若干僕言われたのは乾かし気味にするといいよっていうのが言われたんですよね。なので乾いてから水あげるような体勢をとってあげると木が元気になるよっていう感じで言ってました。であとはさっき言ったような鱗ができちゃうというか、切ったところから腐食が入りやすいっていうのがあるので、その辺の保護に関してはちゃんとやってあげた方がいいよっていう感じの木ですかね。あとはもう非常にタフで強いっていうところがあるので、そこだけしっかり守っていただければもう一年中通して楽しめる木になっていくんじゃないかなと思っております。あとは手に入れるかどうかですよね。そうですね。だから僕今さっき生徒さんにあげようかなって言ったけど、僕でもちょっと挿し木してみて、ちょっと作ってみようかなとも思いますので、その辺が将来皆さんの手に届くような感じになればそれでいいかなと思います。そうですね。冬には刺したやつ売ろうと思えば売れますもんね。多分そうだと思うし、一年中枝が伸びるので、刺し方はめちゃくちゃできるっていう。暑いとこさえ置いとけば一年中増やせるんだ。そうなるほどね。という利点はありますので、
ぜひ楽しみな木になってきたかなと思います。ちょっと日本語変だったけど皆さんも一緒にブーゲンビリア楽しんでいきましょう。はい。はい。ということで、はい。今回はブーゲンビリアの剪定と考え方についてお話しさせていただきました。ちょっと僕も、経験が浅いので、もっと詳しいことあるかもしれないんですけども、今回は、挑戦という意味を持ってやってみました。はい、この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。はい。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとチェックはしますけど、変態植物クラブ、はいはい、そこにも貼ってあるね。さんが来てくれました。多分ね、視聴者の方が言ってくださいみたいなコメントをしてくれたみたいで、番組にメールをしたっていうことね。そう。なので、ありがとうございます。で、オンエアはちょっと確認します。この映像告知をしていいのかも確認しますけど、でも協力さんが来てくれて、はい、やってくれました。ぜひ YouTube で多分見れるようになるんで楽しみにしてください。